こんにちは、ザーチョンでございます。模型作ってて、絵ブラシ複数本持ってる場合ってあるんです。僕も今、1、2、3、4本。洗浄用含めて5本かな。洗浄用ってどういうことっていうと、昔使ってたシングルアクション、これにツルクリーナー入れて、使ったそのエアブラシをシュッシュッシュッと掃除するようですね。でこれ入れて5本。問題はホルダーなんですよ。テレワーク始めるまでホルダーつけられるような机が1個もなかったんで、クランプつける場所がないんですよね。でテレワーク用に、机を買って、でそれの二重の机なんで、1台こう車輪がついててキャスターがついてて動かせる机の方に今塗装ブースを照らしているスタンドをクランプで取り付けていってます。ただ今クランプ式のホルダーつけたとしてもおそらく邪魔になると思うんですよね。じゃあ今までどうしてたのってことで、こんな100均のこれは何だろうな、なんかの箱ですね。100円のこんな感じで、これはなんかの保護剤かなんか、何の保護剤かは忘れました。突っ込んでこの下のキャップ、これは多少こうブロックになるかなと思ってるけど、こう横になっちゃうのをね防ぐためのものですね。ただ届かないものもあります。でこれを使ってました。ただね、これも塗装ブースの下、ちょっと物を置く場所を整理したいんで、これ自体置く場所がちょっとなくなってきたんですよ。じゃあ次のホルダーどうすればいいかなと思って、いろいろ考えてたんですけど、どっかにねこう引っ掛けてこうガンのようにハンドガンのようにこうどっかにこう壁にこう引っ掛けられないかなと思ってね考えてました。であれ何だったかな、ブログかなんかでシェーバーのあれがいいよと、ひげ剃りですね、 T 型のひげ剃りのホルダーがいいよってことで、ただ、あれがねなかなか100均の方があると思いますね。ホームセンターとか探したんですけどあんまりなかった。今100均の方が充実してます。これがひげ剃りのホルダーですね。ここにこう T 字のひげ剃りがこうトントン乗るという T 字のものなんかないかな、ないな。でここにこう置くということですよ。問題は固定方法です。で吸盤式だとおそらく落ちると思います。結構重いですからね。エアテックスのアルミ胴体のあれは軽いから落ちることはないと思うんですけど、で今これ買ってきたのが磁石です。磁石。ただこのエアブラシ自体磁石つかないです。全く。相手が鉄ならばつくんですよね。そんなに強力な磁石じゃないんで、ネオジムか何か間に挟めばいいかもしれないですね。ネオジムどっかになかったかな。これも100均のネオジムなんですけど、どうかな、そんなに強くないかな。こっち逆かな、こっちの方がいいな。全く何もないとこよりもこっちの方がもうちょっと平べったいもん。何くっつけるかなんですよ。ご覧のように壁はベニヤ板に、これはプリントのなんかプリントした紙かなんかが貼ってプリントフィルムかなんか貼ってるんでしょうね。下地はこれベニヤ板です。当然
板にくっつかないんですけど、間に何かをかませればいけると思います。で、買ってきたのが、思いついたのが手元にあったんですけれどもね、やっぱり100均のステンレスのトレー、これがでも無人は挟まない方がいいかもしれないな。多分大丈夫だと思うんですけどね。一番重いエアブラシどれだ？これだな。クレオスの289 PS289 ですね。まあゆするってことはないと思います。自信でもない限り。まあ引っ掛ける場所がこの程度なんでね、重心的にはこの角度でしょうね。逆に水平の方が安定しない。頭が重いエアブラシですね。これぐらいかな。エアテックスはこれはちょっとお尻が重くなるんで水平に近い状態がいいです。これが重すぎるんでね。これが一番安定してます。ちょうどかっちり収まるんですよね。じゃあこれを壁にね貼っちゃえばいいんじゃないのと。でちょうど建築用の両面テープがあるんで、強力なやつが、それで壁に貼ってみます。ただこれ1枚じゃ足りないね。もう1枚買ってこないといけないかな。3本収まらないよね。置き方によっては収まるか。置き方によっては収まりそうですね。ちょっとそれ作って壁に貼っつけてみます。場所的にはこの辺り、ブースのちょっと横、手を伸ばせば届く程度のところですね。ここにつけてやろうかな。一応汚れがあるんで、これ今これアルコールですね。 IPA イソプロピルアルコール。最近YouTube 見てると海外の方なんですけど、これは取れないな。このちっちゃいの宮ではもう取れないです。海外の人でエナメル塗料 IPA で薄めるパターンが見受けられる。どっちかっていうとアルカリじゃない、アクリルの塗料、タミヤのアクリル塗料とかの薄め液が近い匂いがね、試したことはないです。で今ここアルコールで拭いて、これはすぐ乾燥してくるんで、今どこ行った？アルコール IP はすごく揮発性高いんで、アルコールですから、中栓一応して保管しています。
で、これは建築用の両面テープですね。かなりがっつりくっつくやつみたいですけど、一応これも複数アルコールで。いやー、3個両面テープ自体も、そうですね、すぐには強度は出ないと思うんです。目いっぱい。壁はね、特に僕は認めてないです。将来的に、上からなんか、こう、貼る予定ではいますから、予定ですけどね、しっかり押さえてやって、なんかこの両面テープの歌い文句が、ボルト並みの強さがある。どれだけの面積に対してボルト並みの重さっていう、強さっていう部分もあるんですけど。まあだからこれぐらいのエアブラシ3本程度の重量だったらば余裕だろうって判断なんですけど。まあこれだけ面積稼げば多分大丈夫ですよね。これじゃあ貼ります。いいかな？いいかな？で、こう、しっかりと押さえて、大丈夫そうですね。で、ここに、さっきのマグネットシェーバーホルダー、これまた買ってきたんで、とりあえず3本でいいんだよね。よいしょ。これがやっぱり微妙かな。これぐらいの角度がいいのかな。あんまり深くすると不安。頭がどうしても重いんでね。中大か。もうちょっと爪がね高ければよかったんですけど、前に落ちてこないと思うけどな。逆に上のホルダーが当たって前に落ちてかないね。あとはこのちょっとちっちゃいか。まあこんな感じですね。壁面です。こう隣に
塗装ブースがあって、塗装ブースね。でエアブラシで、その隣に今のホルダー、塗装ブース座って、ちょっと伸ばせば届きますね。これ結構いいな。改造してというか、ここのところにこうプラバンかなんかペッと貼ってやりますか、1枚。出しにくい。これで自信でもない限り落ちないよな、これ。若干磁石がもうちょっと強ければいいなって感じもするんですけど、これ板磁石かなんか挟むとどうなんだろう。とりあえずこれで使ってみます。いかがでしょうか。なかなかガンホルダーみたいでかっこいいですね。実際こう手を伸ばして取ってみても特に不安感はないですね。取りにくいという感じもしないです。比較的安定してると思いますね。これが落ちるような、よっぽど揺らさない限り家自体を、なのでよっぽど自信がない限りは大丈夫だと思います。本当はね、やっぱりエアブラシホルダー、こう針金ギュッと U ターンした針金でできてるようなホルダーがあれば一番いいんですけれどもね。つけられない事情とかも家庭によってはあるかと思いますので、こういう方法もありますよという感じで、本日は100均のあれで作るエアブラシホルダーハンガー、エアブラシハンガーの巻でした。それではまた。